第5章、デジタル環境における行動を変えるための戦略な展望についてお話しします。今の時代、情報技術の進化によって、私たちの経験は一瞬の反応へと単純化されてしまいました。その結果、脳が快楽を感じる物質であるドーパミンが出過ぎる社会になっています。この状況を乗り越えるには、刺激の受け取り方と評価の仕方を設計し直す、刺激の秩序化がとても重要です。まずは、日常生活の中でデジタルの通知をすべて切り、一定の時間をデジタル禁止時間と決めてみましょう。外からの即座に得られる報酬の回数を減らすことで、脳は自然な報酬の仕組みに戻ろうとします。すると、長い時間をかけて目標を達成した時に得られる満足感が、再び価値を持つようになります。次に、人間がもともと持っている自然な報酬と、時間を置いて得られる報酬を意識に取り戻す方法が必要です。具体には、体を動かすことや、何かを想像すること、そして直接会って誰かと交流することなど、一瞬の快感ではなく、長く続く充足感を得られる活動を日課に組み込むことが勧められます。こうした活動は、記憶をまとめたり意思決定をしたりする脳の機能を活性化させ、ドーパミンの受容体が鈍くなるのを防ぐ効果が期待できます。さらに、刺激の速度を調節する戦略も有効です。例えば、ソーシャルメディアを見る時間を掲示装置で区切り、更新される頻度をあえて低く設定します。そうすることで、予想外の刺激によるドーパミンの過剰な放出を抑えることができます。加えて、AI 技術を使った一人一人に合わせたナッジの導入も検討されています。アルゴリズムが利用者の行動履歴を分析し、最適なタイミングとメッセージを選んで、刺激を与えすぎないようにしながら望ましい行動を促す仕組みです。制作設計の視点からは、公共サービスのデジタル画面の初期設定を低刺激な方向に調整することが提案されています。例えば、行政手続きのオンライン申請画面で、不要なプッシュ通知を最初からオフにしておくことです。利用者が自分でオンにしない限り、情報が多すぎて混乱することを防げます。このような設計は、個人の選択の自由を守りつつ、行動の偏りを穏やかに修正する役割を果たします。また、若い世代への教育として、デジタルデトックスの重要性と実践方法を授業に組み込むことが必要です。学校で刺激の秩序化や、時間を置いて得られる報酬という考え方を学ぶことで、将来に自分をコントロールする力を高め、テクノロジーへの依存リスクを減らす土壌を育てることができます。これらの取り組みは、デジタル環境による行動の偏りを和らげ、持続可能な社会の幸せを実現するための戦略な展望です。ここで、行動経済学の核心である選択の設計について、具体的な政策事例で見ていきましょう。理論と実務をつなぐために不可欠な視点です。例えば、年金制度の自動加入は、自由主義介入主義の典型な例です。以前のように個人が自分で加入手続きをする方式では、人間は合理に判断できず、将来のことよりも今の快楽を優先するため、加入率が低くなっていました。しかし、最初から加入している設定にし、辞めたい人だけが手続きをする方式に変えたところ、加入率は劇的に上がりました。これは、現状維持バイアスを利用したもので、自由を保ちつつ望ましい結果へ導くというナッジの原則に合致しています。同様に、臓器提供の政策でも、初期設定の変更が大きな影響を与えます。多くの国で採用されているオプトアウト方式は、最初から提供者として扱い、希望しない人だけが手続きを行う仕組みです。これは社会的規範と結びつきやすく、他者への貢献という見せ方をすることで、提供率が数倍に跳ね上がることが証明されています。注目すべきは、単に情報を伝えるのではなく、選択肢の並べ方そのものが行動を左右するということです。この選択アーキテクチャは、物理的な配置だけでなく、デジタルの画面上でも同様に機能します。エネルギー消費を減らすためのナッジとしては、電力会社が顧客の使用量を近所の平均と比較して提示する社会比較フィードバックが有効です。この手法は、
周囲の基準に合わせようとする心理を利用し、使いすぎが当たり前ではないことに気づかせて節電を促します。研究によれば、比較対象を示すだけで、平均して約 5% ほどの削減効果が見られました。さらに、削減した分が環境への負担を減らすことに直結すると強調することで、内面的なやる気も高まります。健康分野では、食事の選び方や運動習慣づくりに対して、小さな介入が積み重なって大きな効果を生みます。例えば、学校給食のメニュー表で、野菜料理を左上に配置し、色を鮮やかにするだけで、子どもたちの野菜の摂取量が明らかに増えたという報告があります。これは、視覚的注意の向き方と選択の偏りが組み合わさった結果であり、アンカリングや可視性バイアスの考え方と一致します。また、スマートフォンのアプリで歩数目標を提示し、友人同士のランキングを加えると、競争心が生まれ目標達成率が上がります。ここでは、単なる目標設定ではなく、他人との比較と認められたいという欲求が組み合わさっている点が重要です。デジタルプラットフォームにおける一人一人に合わせたナッジは、人工知能技術の進展とともに高度になっています。利用者の閲覧履歴やクリックのパターンをリアルタイムで解析し、最適なタイミングで小さな提案を行うことで、情報の波に飲み込まれるのを防ぎつつ、望ましい行動へ導けます。例えば、金融アプリが投資初心者に対し、リスクに応じたシミュレーション結果を簡潔に提示し、今すぐ始めるボタンを控えめに配置することで、衝動的な取引を抑え、長期的な資産形成を支援します。これは、自分を過信したりすぐに結果を欲しがったりする認知バイアスに対抗する手段として有効です。しかし、こうした個別のナッジの導入には倫理的な課題もあります。介入の内容を透明にし、利用者が自分の意思で受け入れるかを選べるようにすることが不可欠です。具体的には、ナッジが自動で適用される場合でも、設定画面でオン、オフを切り替えられる選択肢をはっきりと提供し、利用者が自分で決められる仕組みを整える必要があります。これにより、選択の自由を侵害せず、行動修正の効果を最大にできます。公共政策を評価する指標としては、行動の変化がどれくらい続くかという持続性と、コスト効率が重視されます。短期間の変化は測りやすいですが、長期に定着するかは別問題です。そのため、ランダム化比較試験だけでなく、追跡調査やビッグデータ解析を組み合わせ、数年にわたる行動パターンの変化を見守る体制が求められます。また、介入にかかった費用と、医療費の削減やエネルギーコストの低減といった社会利益を比較し、費用対効果を明確に算出することで、政策決定者を説得する材料にできます。国際的な比較で見ると、文化的背景がナッジの効果に与える影響は無視できません。個人主義が強い社会では、自分自身の能力を高めるような伝え方が有効です。一方で、集団主義が根付く地域では、社会的ルールや共同体の期待を前面に出したメッセージが強い動機づけになります。したがって、設計段階で対象となる人々の価値観や行動様式を細かく分析し、言葉選びや見た目の表現をその土地に合わせることが成功の鍵となります。将来の展望としては、神経科学と行動経済学の融合が期待されています。脳波の計測や機能磁気共鳴画像を用いて、特定のナッジが脳のどの領域を活性化させ、意思決定にどう影響するかを可視化する研究が進んでいます。これにより、介入の仕組みを生理学に裏付け、より精密な設計が可能になるでしょう。さらに、ゲノム情報や個人の心理特性を組み合わせた個別化行動介入の実装も視野に入っており、極めてパーソナルなナッジが実現すれば、従来の一律な手法を超える効果が期待できます。最後に、行動変容を支えるインフラとして、教育機関と行政の連携が欠かせません。小学校から大学までのカリキュラムに、行動経済学の基礎とナッジの実践例を組み込み、学生が自分の選択を分析して改善できる能力を養うことが、次世代のリーダーを育てる土壌となります。さらに、
地域コミュニティで住民参加型のワークショップを開き、実際の生活課題に対するナッジのアイデアを一緒に作り上げるプロセスを通じて、社会的合意と当事者意識を育てることが重要です。このように、行動経済学の理論とデジタル技術、そして倫理的配慮を統合した総合的アプローチは、個人の自由を尊重しながら社会全体の幸せを最大化するための最先端の戦略と言えます。これらの施策が体系的に導入されることで、デジタル時代の行動バイアスの克服と、持続可能で包括的な公共政策の実現が加速することが期待されます。この流れを受けて、次世代のナッジ研究はマルチレイヤー介入という概念へと広がっています。第一層は個人レベルのホロ調整です。スマートデバイスやウェアラブル端末から得たリアルタイムデータをもとに、その瞬間の選択肢を最適化します。第2層は集団レベルの社会規範の形成です。地域や職場単位で共有される行動指標を見える化し、周囲に合わせようとする心理を利用します。第3層は制度的枠組みとしての政策設計です。法律による規制や金銭的インセンティブと組み合わせ、ナッジの効果を制度に支える構造を築きます。この3層構造は、単一の介入では到達できない持続的な変化を実現するための統合的枠組みとして注目されています。具体例として、北欧諸国のエネルギー消費削減プログラムが挙げられます。各家庭のスマートメーターは、日々の電力使用量を色分けしたグラフで示すだけでなく、似た規模の近隣世帯との比較結果をリアルタイムで通知する仕組みを導入しました。このエネルギーピア比較機能は、自分ならできるという感覚と競争心を同時に刺激し、平均的な電力使用量を約 7% 低減させたという報告があります。また、政府はこのデータをもとに、一定の削減率を超えた家庭に税金の控除や公共交通機関の割引券を提供することで、個人の自律的な選択と制度的報酬を融合させた二重の動機づけを実現しました。さらに、健康増進の分野では、都市部の高齢者向けに設計された歩行促進ナッジプログラムが成功しています。住まいの近くの公園や歩道に設置されたセンサーが歩数を測定し、一定の歩数に達すると近隣の商店街が割引クーポンを自動で配る仕組みです。このように個人の行動が地域経済の活動と直接結びつくことで、健康になろうという内側からの意欲が強化され、参加者の行動が変わっていきました。半年で平均の歩数が約 15% も増えました。さらに自治体はこのデータを使い、お年寄りが転倒するリスクを予測し、早めに介護サービスを提案することで医療費の抑制にもつながりました。教育の場でもナッジの活用は広がっています。大学の履修登録では、必ず取るべき科目を一番上に配置し、選択すると将来の仕事や就職率を見やすいカードにして添えました。すると、学生は目先の興味だけでなく、長期的な将来を考えて科目を選ぶようになりました。授業の評価でも、前向きな意見を促す質問を最初に持ってくると、評価の質が上がり、教育改善のサイクルが早まりました。会社経営では、社員の幸福と仕事の効率を同時に上げる働き方ナッジが注目されています。例えば在宅勤務を導入する際に、家庭での照明や温度の目安をガイドラインとして伝え、社内掲示板でその遵守状況を見える化したところ、快適な作業環境が自然と当たり前になり、集中時間が平均で20分伸び、締め切り遵守率が明確に改善されました。ここで大切なのは、無理にルールで縛るのではなく、選択肢を示して小さな成功を積み重ねさせることで、自発的に行動を変えてもらう点です。ナッジの倫理的側面では、インフォームドコンセントナッジという考え方が提案されています。介入前に利用者へ目的や方法、期待できる効果を分かりやすく伝え、同意を得る仕組みです。実験では同意手順を入れると効果はやや下がりますが、利用者の信頼と満足度は大きく上がり、長期間にわたる行動定着が確認されました。透明性と自由な選択を守りながら効果を出すには、情報の質とタイミングを細かく設計する必要があります。法律面では、
ナッジを制度として位置づけるナッジ法の制定が議論されています。主な案では、公共機関がナッジを行う際に独立した倫理審査委員会の承認を得ること、内容と結果を公開すること、利用者が簡単にやめられる手段を提供することを義務付けます。こうした枠組みがあれば、ナッジの悪用を防ぎつつ、社会全体で良い手法を蓄積できると期待されています。国際協力の場でもナッジは新しい道具として使われ始めています。例えば国連の気候変動対策の下で、加盟国は低炭素ナッジガイドラインという共通指針を作り、各国の文化に合わせて調整することで世界規模の行動変容を促しています。日本は伝統的な和の価値観を生かし、共同体を大切にするナッジモデルを提供し、アジア太平洋地域の政策づくりに貢献しています。技術の進歩では、量子コンピューティングを組み合わせた量子ナッジの研究が始まっています。量子アルゴリズムを使えば、膨大な選択肢を高速でシミュレーションし、一人一人に最適なタイミングと方法をリアルタイムで計算できると期待されています。これにより、従来の統計では捉えられなかった微細な癖を解明し、極めて個別化されたナッジが提供できるようになるでしょう。ただし、コストや倫理的リスクについては慎重な検証が必要です。神経経済学との融合は、脳波だけでなく皮膚の電気反応や心拍の変化といった体の反応を組み合わせた解析へと広がっています。実験室外の調査では、ナッジを受けた瞬間の自律神経の動きを測定し、ストレスが抑えられ決断までの時間が短くなることが確認されました。こうしたバイオフィードバックナッジは、特に金融取引や危機管理の場面で期待され、感情状態をリアルタイムで把握し介入することで、過度なリスクやパニック売りといった非合理的な動きを和らげる可能性があります。さらに、心理的特徴と遺伝的要因を合わせたパーソナリティゲノムナッジの研究も進んでいます。大規模な遺伝子データベースと性格診断を連携させ、リスク回避傾向や衝動性の強さに合わせた介入プランを自動で作成する試みです。初期の試験では、遺伝的にリスクを取りやすいと判定された人に対し、リスク回避を促す伝え方を強めたナッジを提供したところ、投資行動が安定することが見られました。遺伝情報の扱いとプライバシー保護が最大の課題ですが、適切に管理できれば、個別改良と同様に行動介入の精度を飛躍的に高められるでしょう。実際の導入プロセスとしては、まず行動診断フェーズで人々がどのような偏った選択をし、どれくらい負担を感じているかを詳しく調べます。次に介入設計フェーズで、初期設定の変更や伝え方の工夫、周囲との比較、報酬などを組み合わせた試作品を作ります。その後、パイロット実装フェーズで限定された環境でテストを行い、行動変化率や継続率、コストを数値化します。最後にスケールアップフェーズで成功例を他分野へ広げ、継続的な見直しと改善の仕組みを構築します。このサイクルを回すことで、単発の成功ではなく組織全体の意思決定文化を変える土台となります。批判的な視点からは、ナッジが選択を操作しているだけではないかという不安が根強くあります。特に民間企業が売上目的でナッジを悪用するケースが報告されており、消費者保護のための規制が求められています。対策としては、第三者機関によるナッジ監査の仕組み作りや、企業がどのような仕組みで誘導したかを説明する責任を法律で定めることが考えられます。こうした管理体制こそが、ナッジの正当性を保ちつつ新たな挑戦を妨げないバランスを保つ鍵です。最後に、自己組織化ナッジネットワークという構想があります。市民や企業、行政が互いにナッジ情報を交換し、ブロックチェーンという分散型記録システムで履歴と結果を透明に管理することで、全体にとって最適な行動の仕組みを実現するビジョンです。このネットワークは中央集権的な政策を補完し、草の根レベルでの自律的調整を可能にします。技術的な壁はまだ高いですが、技術の成熟とともに実現への道筋が具体的に見えてきています。このように多方面への展開は、行動経済学が単なる理論ではなく社会の仕組みを変える実践的道具に進化した証拠です。
次に注目すべきは、ナッジが制度的インフラに組み込まれるプロセスです。日本国内では年金加入手続きに自動加入を導入した例が典型です。以前は個人が申し込む必要がありましたが、制度変更により新たに働き始めた人は最初の給与支給時点で自動的に年金口座に振り込まれる仕組みになりました。加入したくない人は簡単に手続きできる撤回可能なデフォルト設定が採用され、加入率は過去最高の 97% を超える結果となりました。さらに退職金の受け取り方では、一括受け取りを基本としつつ、分割受け取りボタンを目立たせることで長期的な資産形成を促しました。これらの策を金融リテラシー向上プログラムと連動させ、形だけの加入ではなく実質的な行動変容につなげた好例と評価されています。医療分野でも同様の試みが広がっています。予防接種の予約システムでは、オンライン上で最寄りの診療所と希望日時が自動提示され、利用者はキャンセルまたは変更を選ぶだけで済む設計が導入されました。その結果、予約完了率は前年より2割以上上昇し、感染症予防に寄与しました。また、持病患者向けの服薬支援アプリでは、服薬時間前にスマートフォンが軽く振動し、今すぐ服用のメッセージを送ることで、服薬忘れ率が顕著に改善しました。教育現場の例としては、大学入学後の履修登録があります。学生用ポータルで卒業に必要な必修科目が自動強調され、選択肢が多い場合は推奨コースとして色分けされる仕組みが作られました。これにより科目選択ミスや無駄な単位取得が減少し、学習効率が向上したと報告されています。また、小テストの実施時間を集中力が高まる午後に合わせたところ、正解率が平均で 7% 向上したという結果も得られました。これらの実務例を支える評価方法として、階層ベイズモデリングを用いた効果測定が注目されています。単純比較ではわからないグループごとの差異や時間変化を統計モデルで表現し、介入の真の効果を推定できる点が特徴です。具体的には地域や年齢層ごとに基準を設定し、得られたデータでモデルを更新することで、どのグループにナッジが最も効果的かを可視化できます。この手法は限られた予算を最も効果的な対象に配分する根拠として活用されています。国際的な標準化の動きも加速しています。経済協力開発機構は行動科学に基づく政策評価ガイドラインを策定し、加盟国に透明性、再現性、倫理性の3原則を守るよう求めています。特に透明性については、ナッジの仕組みや設定を公開し、第三者が独立して検証できる環境を整えることが義務付けられました。これに応える形で、日本政府は行動科学政策プラットフォームを立ち上げ、官民学が連携した取り組みを開始しています。現在、ナッジという考え方は人々の行動を少し後押しし、より良い選択を促す仕組みとして注目されています。研究者が自由に介入方法や結果を共有できるオープンなデータベースが作られ、知恵を出し合うことで効果的なナッジが生まれる土台が整いつつあります。機械学習と行動経済学が組み合わさり、新たな動きが生まれています。例えば適応型ナッジエンジンというシステムがあります。これはユーザーの過去の選択や現在の感情をもとに、最適なタイミングと表現方法を常に更新する仕組みです。銀行のリスク警告やエネルギー節約の提案などに活用され、従来の方法よりも3割以上人々の行動が変わるという報告もあります。しかし、このシステムにはブラックボックスの問題があります。アルゴリズムが複雑すぎて、なぜそのナッジが提示されたのかがわからないため、倫理的ルールを作り説明責任を明確にすることが求められます。倫理面では個人情報の保護が欠かせません。特に体のデータや遺伝子情報を用いたナッジの場合、本人の明確な同意が必要です。また、データは必要最小限に留め、他の目的に使用しないというプライバシーバイデザインの考え方が重要です。ある自治体では、住民の健康診断結果をもとに生活習慣改善のナッジを送る取り組みを行い、
住民委員会を設置してデータの使い方やナッジ内容を定期的に見直す仕組みを導入しました。その結果、住民からの信頼が高まり、プログラムを継続する人が9割を超えるという成功例もあります。将来的には自己調整型社会契約という概念が提唱されています。市民一人一人が自分の価値観や目標をデジタルプロフィールに登録し、AI がそのプロフィールと公共政策の目標を比較しながら最適なナッジを自動生成して提示します。提示されたナッジはその場で受け入れるか選べ、選択履歴はブロックチェーンで暗号化、保存され、透明性と改ざん防止が実現します。このモデルは上からの政策決定を補完し、市民一人一人が参加できる意思決定の仕組みを目指し、民主的正当性と政策効果の両立を図ります。大学では行動科学と公共政策設計を必修科目にし、学生が実際の行政データを分析してナッジのプロトタイプを作成、評価する実践的授業が行われ、次世代の政策デザイナー育成が期待されています。企業研修でも経営層向けに行動バイアス認識と意思決定フレームワークの短期集中講座が提供され、非合理的な判断を可視化し是正するスキルが身につきます。ナッジは技術の進歩、制度の改革、倫理的ルール、教育の充実といった多くの要素が相互に関わり合う複雑な仕組みです。その持続的な発展には関わるすべての人が共通のビジョンと具体的な行動指針を共有することが不可欠です。実証的知見と理論的進化を並行させ、柔軟で包括的な政策ツールとして成熟していくことが期待されています。